テンタークエリアです。先進国第1弾はドイツ。今まで紹介した国よりは行き先の候補として上がりやすい国だよね。ビールのイメージがあるドイツでは500ミリのサイズが100円くらいで買えちゃうの。どこの街を切り取っても絵になる散歩してて気持ちいい国とはドイツのことって感じ。ビールといいロケーションがいいからか、一人で歩いていても声をかけられたり声をかけたり、毎日気持ちよく酔っ払ってた気がするよ。ドイツ人の性格は日本人と少し似ているって言われるので、もしかしたら気の合う人が見つかるかもね。中央ヨーロッパ西部に位置するドイツはスイス、ポーランド、ルクセンブルク、チェコ、フランス、ベルギー、オーストリア、デンマーク、オランダの9個の国と接してる。北には北海とバルト海、首都で最大都市のベルリン。冷戦時代に東西に分裂していたこともあり、たくさんの歴史が詰まった街だ。コンセントは大半が C プラグ、通貨はユーロです。ヨーロッパの ATM では悪質レートのものがあり、引き出す途中にレート確認が出てくる場合はヤバいやつ。それを踏まえてドイツを案内していくよ。まずはベルリン。かつて途上都市だったベルリンの正門として役割をしていたブランデンブルグ門。ナポレオン率いるフランスとプロイセン軍が取り合った場所だ。第二次世界大戦後には門の目の前に東西を分ける壁が隔たれた。ベルリンの壁が崩壊した時の象徴でもあるよね。そして155キロにも及んだベルリンの壁を 1.3 キロだけ残して、世界の芸術家によって彩られた場所がここ。負の遺産である壁に描かれているのは平和や自由を表現したものが多いのだ。旧国会議事堂は放火に遭い新設された建物。ユダヤ人絶滅政策。ドイツのナチス政権で殺されたユダヤ人の命は600万人以上に及ぶ。この冷たいコンクリートに囲まれた空間、記念碑の中を歩いて何を感じますか？見どころだらけのベルリン流街ブラはこんな感じ。ひときわ目を引く大聖堂、ポツダム広場。唯一のプロイセン時代の宮殿は中も必見。戦争や東西分断の苦難の傷跡を残しながらもモダンカルチャーを育む魅力的な街がベルリンだ。ドイツは国内の移動手段が豊富だから本当に旅がしやすいと感じてた。ドイツ各地はもちろん、ヨーロッパ各地にも10ユーロくらいからチケットがある格安バスがフリックスバス。ドイツを旅するならアプリを入れといてね。電車での注意点は改札がないからチケットを買わずとも電車に乗れてしまうんだけど、頻繁にチケットチェッカーがいて罰金がえぐいからチケットは必ず買おうね。旅慣れをした人向けの移動手段だけど、現地の SIM カードを使ってブラブラカーっていう面白いサービスもある。知らない人の車にジョインするシェアカーっていう感じ。レンタカー旅をするなら高速道路にアウトバーンと呼ばれる制限速度のない区間があることも頭の片隅に入れとこう。それじゃあ次に進むよ。ジオグラフィー。おとぎ話のような世界観。様々な表情を見せるドイツの地形は北と南で大きく違う。南の国境沿いにそびえ立つアルプス山脈。ドイツの最高峰ツークシュピッツェにはロープウェイでアクセスができる。老若男女この絶景を拝めるってことだね。ベストシーズンは日照時間の長い5月から9月、寒さの厳しい11月から3月を避ける人は多い。12月にはクリスマスマーケット、2月のカーニバルも必見。ドイツをざっくり東西南北で分けて見ていこう。ヨーロッパのほぼ中心に位置するドイツ西部にはワインの産地で有名なライン川沿いにあるビースバーデン、多くの日本人が暮らすデュッセルドルフ、フランクフルト、ケルン。絵本の中の世界観が広がる街や森。黒い森を意味するシュバルツバルトは赤ずきんや白雪姫でも登場するような森だね。シンデレラ城のモデルノイシュバンシュタイン。どこを切り取っても絵になる風景。街を歩けば映画のセットに迷い込んだかのよう。一つ一つが似ているようで全く違う顔を持つドイツの街並みに虜になる感覚を味わってほしいな。フード。ドイツの食のイメージはビール、ソーセージ、パン。ビールは5000種、パンは1500種もあるなんて言われてる。ドイツは寒い地域が多くて冬には作物があまり取れないので、ソーセージやハムのような工夫した保存食が発達しました。ソーセージはドイツ語でブルスト。ざっくり生、茹で、調理ブルストに分けられる。ローブルストをおつまみにビールを飲んだ川沿いの散歩は最高だったよ。定番ブルスト。絶対試したいブルストはこちら。主食は黒いライ麦パンと冬でも育つじゃがいも。キャベツや玉ねぎなどの保存の効く野菜をマリネやピクルスにして食べています。特にキャベツの酢漬け、ザワークラフトが有名です。プレッツェル、ポテト餃子にポテトグラタン。日本で馴染みのあるじゃがいも料理はこんなにある。
またワイン漬け、塩漬け、燻製など保存加工された肉を多く使うこともドイツ料理の特徴です。水豚みたいなパスタはきっとみんな好きだよ。外れなしの煮込み系、船乗り料理、北部に行ったら魚も試そう。チーズケーキ、さくらんぼケーキ、コーラとオレンジジュースの組み合わせは斬新だね。お酒好きにはたまらないドイツ旅になりそうだ。 History。 大昔のドイツは今の原型はなく、ライン川を境に西側にローマ帝国があった。当時ヨーロッパに多く住んでいたケルト人とバルト海沿岸に住んでいたゲルマン人は、東から異民族が侵攻してきたことにより大移動を始めた。その大移動が落ち着くと、ゲルマン人たちはそれぞれたどり着いた土地で国を形成。そのうちの一つがフランク族だ。フランク王国は数百年の間でヨーロッパの大半を治めるほど巨大になったけど、東、西、中部の3つに分断された。これが今でいうフランス、イタリア、ドイツの原型かもしれない。16世紀初頭、現在のドイツが神聖ローマ帝国と呼ばれていた頃、金貨が箱の中でチャリンと音を立てるや否や、煉獄で苦しむ者たちの魂はたちまち天国へ召し上げられる。大道商人さながらのテッツェルは、罪の許しをお金で買って救いを求める証明書、免罪符を売り始めた。これがドイツ国民たちに大バズり、儲けたお金はまんまとローマ教皇へと流れた。これに反発したマルティン・ルター、宗教改革を起こして、その約100年後に30年戦争で大荒れとなる。ドイツ国内に小国や中立都市がどんどん誕生していく中、特に目立つ存在だったのがプロイセン。フランス革命に口出ししてみた。お前ら許さん。ベルリンを侵攻されて領土を失い、やられっぱなしは尺だ。これがきっかけでプロイセン改革の近代化が行われ、ドイツ統一を決定するプロイセンの発展の出発点となったのだ。時は1900年のパリ万博。全世界から5000万人以上が訪れたこの万博は、19世紀を締めくくり、教育と科学、技術の進歩によってより良い平和な世界になるだろうと20世紀への展望を示す、心躍る進歩を祝うための祭典だった。この未来の希望に期待していた万博の1年前、この世に生を受けた男がいる。彼は後に国民の心を掌握し、ユダヤ人絶滅計画、ホロコーストを行った人物として名を残している。アドルフ・ヒトラー、世界最大の独裁者、史上最も残酷な暴君の一人だ。そんな彼の生い立ちとは、裕福な家庭に生まれ、虐待する父、溺愛する母の家庭で育ったヒトラーは、体は小さいし勉強も得意ではない。そんな自分に劣等感を感じていた。暴君的厳格さと不当な仕打ちで家族を支配する者として、父親を敵視していたとも言われている。逆らうやつは許せん。支配を利かせることに義務感を感じてた。これがナチスのジェノサイドへの第一歩だったのかもしれない。ドイツは第一次世界大戦で敗戦国となった。欧州全土を越えて広がった戦場には数千万もの命がなくなり、毒ガスはこの時に開発された殺人兵器の一つである。200万の命、犬死にさせてたまるか。ヒトラーは復讐を誓い、ナチスの指導者として地位を固めていた。ドイツは敗北に加え、休戦の講和条約で味わった屈辱は凄まじいものだ。領土も奪われ、開戦の責任を全て押し付けられて、多額の賠償金を請求された。1923年、クーデターを起こして逮捕される。無能な政府を潰したい一心。この出来事が彼の支持率と知名度を高める結果になる。獄中に彼は自らの政治思想を我が闘争と題する本にまとめていた。領土の拡大、人種的純粋な国家の確立、そして欧州のユダヤ人の殲滅とその他ドイツの敵の排除だった。こうしてかつて獄中で抱いた思想を一つずつ実行していく。彼のカリスマ性は凄まじいもので、政治家に転身後、政党のリーダーになり、国のリーダーになり、気づけば憲法も無視できる独裁政権を作り上げた。ドイツ人こそ優れた人種であり、欧州全域を支配するのにふさわしい。極端に歪んだ悪の帝王の誕生だ。1933年以降、ドイツ国内にいたユダヤ人たちはほとんどの権利を奪われていった。学校も別、お店も別、公園のベンチさえ別だった。ナチスが政権を掌握するまでは完全な市民権を認められていたのに、ユダヤ人こそ敵であり、
幸の原因なんだ。こうしてナチスはユダヤ人を完璧な悪者に仕立て上げたのだ。第二次世界大戦が勃発し、20年前の屈辱を晴らしたドイツではヒトラーの人気と信頼はさらに高まった。ドイツは領土を広げながら各地に収容所を作り、都心部から追放したユダヤ人、政治的に敵対した人々、戦争で捕まえた捕虜などを閉じ込めて社会から排除しようと考えていた。この行動は日に日にエスカレートして、捕らえたものを人間として扱わず、純血のゲルマン人以外いらない。銃殺したり劣悪な環境に置いて死なせたり餓死させたりした。人種差別的教育により兵士たちはそう訓練されていた。こうしてユダヤ人を社会から隔離することから完全に絶滅させることへと方針が変わり、1942年ドイツ本土では残るユダヤ人を東方の占領地へと追放。ドイツの占領地ワルシャワではユダヤ系ドイツ人の収容が始まった。彼らには定住できること、新しい土地で働く機会があり、状況が改善することを約束していた。しかし到着した土地では働ける者は過酷な条件で強制労働させられ、働けなくなった者は殺された。到着した時に働けないとみなされた子供や妊婦、老人はシャワーを浴びるという名目でガシッツィに運ばれ、ものの数分で全員が死んだ。毎日何千という人々がここに運ばれて、労働できなくなった者は全員殺される。これは戦争終盤の1945年アメリカ軍とソ連軍に見つかるまで続けられた。その犠牲者の数はなんと600万人。発見した兵士たちが目にした光景は紛れもない事実だったのだ。第二次世界大戦に敗れたドイツは現在のドイツとなる領土をアメリカ、イギリス、フランス、ソ連によって分割された。米仏英によって統治されたのが資本主義側の西ドイツ、そしてソ連による統治を受けたのが社会主義の東ドイツでした。社会主義政府の圧迫により自由を制限され、資本主義の西ドイツとの経済格差に苦しんでいた東ドイツの人々、東ドイツ政府は自国民が逃げられないように壁を建設したらしい。これが一夜でできたというから驚きだよね。壁ができて28年後の1989年11月9日、その時は突然やってきた。あの日、忘れたくてもどうしても忘れられないあの日。西に住んでいながら東ベルリンで働いていた人、たまたま友人を訪ねて国境を越えていた人もいる。突然の壁の建設によって多くの人々が職を失い、家族と離れ離れになり、自宅に帰れなくなったりしたのです。あの時も突然だったけど、今回も突然だ。東ドイツのギュンター・ジャボンスキーの勘違いの一言により、ベルリンの壁崩壊に導かれた。この勘違いは歴史上最も素晴らしい勘違いとして称えられ、翌年には念願のドイツ東西統一が実現。現在は世界中から多くの旅行者を迎え入れています。いかがでしたか？ベンツ、フォルクスワーゲン、BM、アウディ、ポルシェなど日本でも人気の車大国のイメージからさらにドイツのイメージや想像が膨らみましたか？ドイツのことがよく分かったよって感じた方は意思表示でグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。